2025年新年明けましておめでとうございます。いやー、明けましたね。明けちゃいましたね。いやー、丹沢さんはいつもお正月ってどうやって過ごされてるんですか？そうですね、基本的にはだらっとしますけど、実家ちょっと顔見せて、あとは暇なんでね、積んでたゲームやったりとか本読んだりとか、あと YouTube 見たりとか、そんな感じですよね。いいですね。やっぱ年末年始はね、ゆっくり過ごしたいですね。そうですね。お正月ぐらいは。今回はお正月で多分時間を持て余してらっしゃる方もいらっしゃるかなと思いますので、そういう人向け企画ということでですね、去年2024年に黒帯チャンネルでやった放送をですね、振り返りながらざっとですね、こんなことやりましたよってハイライトをご紹介していこうと思います。もしね、まだ見てないとか、もう一回見たいなっていうような動画があったら、これを機にね、遡ってご視聴いただけると嬉しいです。いいですね。はい。というわけでね、早速行ってみましょう。記念すべき第1回目の放送は2024年2月22日猫の日でしたね。僕の学生時代からの親友でホビージャパンで TRPG の編集やイベント GM、生放送などで八面六臂の大活躍をしている山田俊くんに来てもらいました。いや、久しぶりに見ると文字が大きいですね。スマホで見やすい文字っていうことでこのサイズにしたんですけど、回を追うごとに喋る分量が増えてきてしまって、次第にね、フォントサイズが小さくなってきました。振り返ってみるとね、こういう工夫の歴史も感じられて楽しいですね。アンリアルエンジンで作ったバーチャルセットを使ってまして、テーブルの上にね、ルールブックを浮かせて回したり、初回の割に細かいところいろいろ頑張ってるんですけども、感想をね、友達に聞いたりしたら、ラジオ的に音だけ聞いてたので、全然気づかなかった、みたいな視聴者さんも多くて、ショックを受けた記憶があります。内容としてはね、TRPG のサイバーパンクレッドの話と、僕らがね、サイバーパンクどんだけ好きかっていう理由を延々と喋ってます。ドア頭から結構濃い話をしていたんだなって思いますけど、改めてね、客観的に見ると、もうちょっと TRPG って何とか説明があってもいいんじゃないかなという気もしました。間もなくね、アニメエッジランナーズの世界で遊べるミッションキットも発売されるので、またサイバーパンクの話はね、やりたいと思ってます。2回目はね、3月8日放送でした。古町くんに来てもらっています。古町くんはですね、2024年6月に黒帯ゲームズに入社してくれたので、この時点ではゲストという扱いでした。トークテーマはシナリオライターのお仕事話ですね。デジタルとアナログのどっちの仕事もしている2人ならではの独特な切り口で話せたんじゃないかなと思います。ゲームシナリオをね、仕事にしたいと思っている方は、ぜひこの動画見ていただけたらと思います。3回目は、川島先生に来ていただきました。2月に発売された新作 TRPG 夜の足跡のお話です。僕がね、ずっと聞きたいと思ってた夜の足跡を作った時の制作の原点とかこだわりについて根掘り葉掘り聞きまくってます。川島先生がね、ゲームを作る上で大切にされている哲学などかなり深く突っ込んだ話が聞ける回です。TRPG 好きな方はね、ぜひ聞いていただきたいと思います。4回目は初のボードゲーム会でしたね。ハーベストバレーの刈谷さんに新作ダイビーを紹介していただきました。ダイビーね、かなりシンプルで遊びやすいゲームなので、僕もですね、個人的にもゲーム会とかちょっとした隙間時間で重宝させてもらってます。映像的にもですね、カメラ複数台設置して画面割りとか点数表示とか、ものすごく頑張った回でした。編集するとどうしてもね、時間がかかってしまって生放送みたいなスピード感が出ないんですけども、一方でですね、ボードゲームの紹介は編集した方が見やすいなと思いました。そのおかげもあってかですね、再生数も予想以上に伸びて嬉しかった回だったと思います。今後もね、撮影技術を向上させて、最終的にはね、TRPG とか複雑な遊びを遊んでいるところ見やすい動画にするのが目標です。続いて4月。このあたりね、結構開発の仕事、本業というのが忙しくなったこともあって、ちょっとね、息切れしてます。いろいろね、試してる中で、ゲストいなくても僕一人でゲーム実況できる環境があった方がいいかなと思って、テストがてらね、お気に入りの VR ゲーム、モスを紹介してます。続いて、こちらも配信テストですね。ゴールデンウィークに気軽に遊べるおすすめゲームとして、スイッチでモナムールを紹介してます。本当はね、作者の木村義郎さんをお呼びしたかったんですけど、木村さんを呼ぶのはね、新作のストレイチルドレンまで撮っておきたいと思ってたので、ここではね、一人で黙々とプレイしてます。このゲーム僕異常にやってたので、結構上手いと思いますので、スーパープレイってほどではないですけど、どんなゲームなのか気になる方はぜひ見ていただけたらと思います。
さあ、続いて、ゴールデンウィーク終わった5月17日ですね。長年温めてた企画、ついに実現することができました。フィアの久保田裕良先生と武術家同士でゲームのバトルについて語り合いました。予定よりね、大幅に長尺になってしまったので、前後半の2回の動画に分割したのもこの時が初めてでした。内容としては、古武術で扱う様々な武器を紹介していただいたり、間合いの話、千の線、五の線といった話などね、個人的にめちゃくちゃ楽しい話ができたんですけど、一部の方からはさすがにマニアックすぎるよというご意見もいただきました。一方ね、これこそ黒帯チャンネルらしい内容っていうような絶賛してくださる声もありましたので、懲りずにね、またこういったマニア向けの企画も挟んでいけたらと思ってます。はい、続いて5月31日に公開したのは、東宝プロジェクトでおなじみズンさんをゲストに迎えてお送りした武人街のゲーム実況でした。このためにね、僕の PS3 が壊れていたので、中古の PS3 探したりいろいろ準備大変だったんですけど、久々にね、武人街遊んでみたところ、独自性があってね、面白いゲームだなと改めて思いました。相変わらずね、ストーリーはちょっと意味不明なんですけど、この時ね、難しすぎて開放できてなくて、最難関のエキスパートガボーンというステージをですね、遊べてなかったんですけど、その後ね、ちょっと無事にステージを開放することができましたので、またね、ズンさん呼んで続きをお届けしたいと思ってます。裏話なんですけど、この時ね、買ったばかりの編集用のマシンのハードディスクが突然壊れまして、僕とね、ズンさんが飲みながら延々格闘ゲームで対戦し続ける動画っていうのがあったんですけど、これがね、サルベージできずに消滅してしまったんですね。予備でね、撮っといた動画なんですけど、あれも公開したかったなと思います。6月ですね、超ベテランゲームマスターの一ノ瀬さんにお越しいただいて、一度がっつり聞いてみたかったゲームマスター道とね、シナリオ制作道についてお話をいただきました。普段ね、あってもなかなかここまで突っ込んだ話を聞ける機会がなかったので、動画口実にね、あれこれ聞き出すことができて、YouTube っていいなと、役得だったなと思った回でした。この辺のノウハウは時代が変わっても色褪せないテクニックだと思いますので、永久保存版の動画になったのかなと思ってます。未見の方はぜひご覧ください。はい、次。これはですね、会社の紹介動画っぽいものが欲しいと思って作った動画です。今までね、背景の居酒屋って CG だったのみたいなのをこれを出したことによって感想いただいたりもしたので、ちゃんと説明するのって大事だなと思いました。黒帯ゲームズはですね、アンリアルエンジンを使ったバーチャル背景の制作、撮影とか動画編集、それから PV 作成などのお仕事も受けたまっておりますので、何かございましたらお気軽にご相談ください。というわけでね、突然の CM でした。次はダイビー以来のボードゲーム会ですね。僕がすごく気に入っているスカイチームという2人用の協力ゲームを紹介しました。このゲームね、実は人気が出すぎて、この後品切れになってしまって、この動画が公開される頃にはですね、店頭になくなってしまって、非常にね、タイミングが悪かったんですけど、最近また11月ぐらいから再販されたようで、動画の再生数も順調に伸びてます。コンポーネントもね、凝ってて、めちゃめちゃ楽しいゲームなので、お正月のね、お供にもぜひ遊んでいただけたらと思います。おすすめです。はい、次ですね。話題になった8番出口の VR バージョンが出たということで、恐る恐る撮ったのがこの動画です。動画の中でも話してるんですけど、僕はですね、驚かせてくる系のホラーゲームとかお化け屋敷とかがすごく苦手で、これめちゃくちゃビビりながらプレイしてます。後でね、上手なホラーゲームの実況者の動画見て気づいたんですけど、僕はね、ちょっと怖いともうすぐ目をそらしちゃうので、VR ゴーグルもね、それに連動して後ろを向いてしまって、動画的には怖いものが全く映んなくて、全然映えないというね、実況動も奥が深いなと、やってみてわかるというところで、いろいろ教訓があった回でした。もう怖いのはリベンジはしないんじゃないかなと思います。次ですね。はい。これはね、黒帯ゲームズ所属の丹沢古町の2人がですね、執筆にも参加してます。丸ごと一冊冒険企画局プラスという本の発売記念の放送でした。再びですね、川島先生にゲストで出演していただいて、本のね、内容紹介中心にいろんな話をさせていただきましたね。冒険企画局のゲームのファンの方にはきっと楽しんでいただける本だと思いますので、もしよろしければお手に取っていただけると嬉しいです。続いて、刈谷さん2回目のご出演ですね。かなりヘビーゲームな新作、帝和宝泉をご紹介いただきました。ゲームのね、ルールの紹介はもちろんのこと、なんで帝和っていうテーマを選んだのとかっていうような部分もね、突っ込んでお聞きしてます。帝和宝泉のクラウドファンディングは今、一旦仕切り直しとなっているようですけども、完成度上がった製品版で遊べるのが楽しみです。またね、その時には放送してみたいなと思います。
続いて9月に僕がね、最初に本格的に開発に参加したタイトル PS2 の落書き王国2魔王城の戦いが20周年を迎えましたので、スペシャル動画を配信しました。1回目はね、どんな企画にしようかなというね、雑談とアンケート取るための動画。2回目はですね、吉永くんと落書き王国の達人2人をお呼びして、実際のゲーム触りながら落書き2の軌跡振り返るという内容です。3回目はね、続編が出たらどういうゲームにしようか、どうなるんだろうなというようなね、架空の企画会議という体で、未来の落書き王国について同じメンバーで話をしています。落書き王国についてはね、周年で一時的に盛り上がったっていうことにとどめずね、今後も形にする方策を模索していきたいと思っております。フロビゲームズのね、実力つけていかなきゃなんないですね。よし、頑張るぞと思ってます。続いて、秋の夜長に遊びたいインディーゲーム3選ということでね、これは古町くんの企画ですね。インディーゲームをね、たくさん遊んでいる古町くんが立て続けにおすすめを3本紹介してくれています。僕はね、普段そんなにインディーゲーム遊べてないので、おすすめしてくれる人が身近にいるっていうのは助かりますね。個人的にはアンパッキングというね、腰の片付けしていくゲームが好きでした。ああいう文字情報を全く使わずにストーリーを感じさせていくっていうのはすごくいいなと思いますね。僕らは普段はね、テキストでゲームのシナリオを書いてますけど、テキストを全く使わずにもね、ちゃんとシナリオが表現できてるのはすごいかっこいいなと思いました。こういうゲームもね、いつか作ってみたいと思ってます。次はですね、ゲームの特許を知ろうということで、流れ見てると唐突に真面目な回があります。きっかけはね、X でパルワールドに関するね、訴訟についてつぶやいたら、特許に関してちょっと勘違いしてるんじゃないかなっていうようなレスがたくさんつきましたので、ちゃんと解説しといた方がいいかなと思って作った動画でした。黒帯チャンネルにはね、こういう振れ幅もあっていいんじゃないかなと思うんですけども、視聴者の方はどうでしたでしょうか。エンタメの裏側ってね、あんまり見せない方がいいのかなっていう思いもありつつもね、もしね、これが人気があれば、また近い話題の動画も配信していこうと思ってます。次も割と真面目っていうか玄人向けな内容でした。僕のね、スクエニ時代の同僚の南里くんに来ていただいて、ゲームのステージ設計を担当するレベルデザイナーの仕事について語ってもらいました。僕もね、時々レベルデザインの担当することあるんですけど、南里くんはね、もうこれの専門家なので、めちゃくちゃ勉強になりました。なかなかね、表に出ることのない縁の下の力持ち的な役割なんですけど、こういう職種をね、ピックアップしていく動画は今後もね、作っていけたらと思っております。南里くんの会社、レベルスケープさんは今、お仕事大募集中ということなので、優秀なレベルデザイナーが必要な時はぜひ連絡してみてください。タンザー経由でも大丈夫です。はい、続いてパッケージとカードがかっこいい降雨と流法蘇艦対戦を遊んだ回です。一見ね、重ゲーに見えるんですけど、中身はね、2人向けの変則大富豪みたいなゲームなんですね。サクッと気軽に対戦できます。お正月にね、手に入るのであれば遊ぶのも面白いんじゃないかと思います。遊びながら蘇艦の有名武将の名前も覚えられるのもいいと思います。ボードゲームの紹介は技術的にもね、カメラの使い方とか知見が溜まってだいぶ慣れてきた気がします。今年もいろいろ探して紹介していきたいと思います。次はですね、2024年振り返り雑談ということで、ライブ配信にも挑戦したいと思って機材チェックを兼ねて放送した回でした。人生初のね、スパチャもいただいたりして、とっても嬉しかったです。ありがとうございました。音や映像のね、出力はなんとかうまくいったので、今後はね、折を見てライブもやっていきたいと思います。コメントいただきながらね、双方向でやるっていうところがライブの醍醐味だと思いますので、なんかね、みんなで話しやすいトークテーマ考えたいと思ってます。こんな話をね、してみたいっていうリクエストも随時お待ちしております。はい、2024年のラストはがっつり TRPG の話をさせていただきました。僕はね、小学校の時からキャンペーンシナリオをずっと書き続けてるんですけども、蓄積したノウハウをね、誰かに話すために言語化したことって実は今まであまりなかったので、原稿を書きながらですね、頭を整理することができました。ノウハウとしてはですね、まだまだ全然話し足りてなくて言語化できていない部分もたくさんありますので、反応が良ければね、継続してこういうノウハウ共有会みたいなのもやっていけたらなと思っております。そんなわけで、駆け足でね、振り返ってまいりました。若干迷走もしてたなと思いますが、皆様の応援のおかげで、約10ヶ月で26本動画を公開させていただきました。まだ見てないとかね、改めて見ようかなと思った動画があったら、お正月休み利用して、ゆっくり楽しんでいただけたら嬉しいです。過去動画含めて、コメントもね、全部拝見していますので、こんなことを聞いてみたいなど、リクエストありましたら、どんどん書き込んでいただけると嬉しいです。2025年もいろいろ新しいことに挑戦していきたいと思います。今年もよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。